はい、お疲れ様です。主婦飯一汁一菜200円。今日もよろしくお願いいたします。今回は体を芯から温めるあんかけ卵とじうどんでございます。親父の店ではかきたまうどんと呼んでました。これは温まりますよ。片栗でとろっとさせたあんと生姜の効果なのかね、汗かいちゃって。我が家はね、もう隙間だらけで家の中でも結構寒いんだよね。洗い物終わった時は T シャツ1枚になっちゃいましたよ。まあ見た目はあっさりしてますし、つゆを濁らせないとかこだわらなければ結構簡単なんで、またね、早いし、何よりも安く上がるので、ぜひ作っていただきたい一品です。それでは作っていきましょう。画面の中ではね、今、ほうれん草を茹でておりますけども、使ってる具材は、このほうれん草と卵、これだけなんですよ。青みに関してはですね、なんだろうな、ネギを使われる方もいるみたいなんですけど、私はやっぱりほうれん草が一番合うかなと。親父の研究の成果っていうか、いろいろ試してみて、多分、ほうれん草になったんじゃないかなと思います。はい、生姜です。生姜ね、たっぷり使いたいですよね。今これ皮剥いてますけど、普段はね、皮剥いてないです。親父の店ではもちろん剥いてたんですけども、私が、結婚してから、田舎暮らし始めてからですかね。だんだん皮とか剥かなくなって、なんか皮によく栄養があるって言うじゃないですか。もうこんな感じで綺麗にはしてますけどね。汚い部分だけ取るっていう感じでもいいんじゃないかなと思います。話変わりますから、これ100均のおろし器なんですか。これすごい良かったですね。買って大正解。はい、だしです。だしはいつも通り自前で取ってます。150cc がだしで、水が 150cc。つまり、半々で割ってるってことですね。結構ね、あんかけにするようなやつとか、カレーうどんとか、ああいった濃いめの感じのやつはですね、粉末だしでも結構美味しいですよ。はい、うどんを茹でておりますが、茹でてる最中にどんどんと周りを作っていくと。はい、だしに本返しを入れております。本返し、こちらも自前ですね。こちらです。うどんは冷凍うどん使ってます。これがですね、ただほぐすだけじゃなくて、やっぱりある程度つるっと仕立てるには、袋に書いてある通りにやった方がいいと思います。5分ぐらいかかりますよね。5分で全部準備しちゃうっていうことなんですけど、具材少ないですからね、さっきも言いましたけど。ほうれん草だけですから。ただ一個注意するとすれば、あんを作るところ、片栗であんを作ってくるんですけど、あの時にちょっと注意点があるっていうか。はい、温めてる間にほうれん草を処理していきます。今これ絞ってますけども、上から下に対して水を絞っていく。ちょっとアップにしてスローでやりましたけど、これ上から下にギュッギュッと水を押し出していくっていう感じで絞るといいですね。これさらにもう一回ね、絞るんですけど、切った後に。はい、ほうれん草を切っていきます。ヘタを外して、大体真ん中。ここいつもね困るんだよね。真ん中で切った後に、ちょっとこれゴム取ってますけども、切った後に半分に塩をかこれ迷いどころなんですが、ちょっと今回長めにしました。はい、こんな感じです。で、ギュッと、もう一回絞ると。いいよ、普通に話して。で、これがですね、葉っぱの部分と茎の部分と、いよいよ。みんなに均等に分けたいじゃないですか。なので、見ながらね、茎と葉っぱのところが均等になるように分けてると。3つありますけど、これ息子も一緒に食べるんで、それで3つになってるんですね。高山生姜を薬味としてつけます。これ好みですから、たくさん入れたい人もいますし、こんな感じで。かなり多めですよね。はい、では仕上げに入っていきます。いつも通り、つゆには鍋をして、片栗をして、この片栗の量なんですけど、これをちょっと注意したいですね。水で溶いちゃうんで、多すぎると、余らしちゃうじゃないですか。かといって、少ないと、なんていうの、相当悲惨ですよね。だって、ドロドロにならないんだから。あんにならないもんね。はい、卵入れてきまーす。卵なんですけど、まず、つゆをですね、ぐるぐる回して、加速しておくと。
そしてその回した方と反対に向けて卵をグッてやると、ふわーっと仕上がりますよね。中華なんかも特にこうやってますよね。で、あんを作る直前に器を温めておくと。その間に空いたコンロのところに次の人の分のお湯を作っておくと。片栗がね、ちょっと置いても、本当にちょっと置いても、すぐに固まっちゃうっていうか、沈殿しちゃうんですよね。それをこうゆるーくしておいて、で、すりこぎ棒で回しながら、そーっと入れていくと。このすりこぎ棒で回すところ、これが一番難しいです。これぐわーって回しちゃうと、高速でね、回しちゃうと、卵がバランバラになっちゃうので、でもそれでいいっちゃいいんだけど、卵の塊食べたいじゃないですか。はい。お湯を切って、で、ほうれん草を乗せて、ほうれん草を押さえつつのあんをぐっとかけると。ほうれん草を押さえないと、ほうれん草バラバラになっちゃうんで。で、ちょっと下から持ち上げて、ほうれん草の顔を出してあげると。はい、これで完成です。お待ちどうさまでした。先ほどもお話したんですけど、一番注意したいっていうのは、あんを作るところですよね。あれをだから最初、ゆっくり回しながら、徐々に速度を上げていくっていうか、そうしないと、卵がバラバラになってしまうので、で、あそこですりこぎ棒を使ってるじゃないですか。あれもね、多分親父が研究してああなったんだと思うんですよ。私は親父に教わった通りにやってたんですけど、で、自分でやってる時に、お玉とかね、ああいうのを使ってやってみたんだけど、やっぱうまくいかないんでね、卵が切れちゃうっていうか。だからやっぱり親父はすごかったなぁと今更ながらに思う次第でございます。今回は、卵をこう比較的硬く作りましたけど、もうちょっと上級になるっていうかね、上級を目指すんであれば、あんなのに卵が半熟みたいな、そんなのもできますよ。火をこう通すじゃないですか、卵を入れた後に。今こう入れてますけども。あれをだからもっと早くやるんですね。卵を落とした直後にもすぐに片栗で固めていくっていう風にすれば、卵も半熟で、で、あんもとろっとした感じは作れます。ただね、ものすごく難しいです。私も何度かやってますけども、濁っちゃうんですよね。卵が固まりきってないんで。なので、その辺が気にならないっていうか、チャレンジしてもいいのかなとは思いますけども、一旦は完成させてみて、それからやってみるといいかなと思います。かきたまの場合にはもう用意するものが本当に少ないので、薬味って言っても生姜だけだし、で、具材と言ったら主な具材はほうれん草で、卵だけですよね。なのでやっぱり一番注意するのはあんの部分ぐらいだけですかね。なので、うどんを茹でつつ、でも十分慣れれば間に合ってく。簡単、早い、そして安いと。よしね、みたいなもんですね。ぜひ寒い日におすすめです。さて、就寝になります。かきたまうどん。なんと1人前87円でございます。ありがとうございます。また黒字ですね。当然で言えば当然なんですよね。卵とほうれん草ぐらいしか使ってないんで。で、冷凍うどんも1個40円ですからね。自前の出汁取っても27円。これ、顆粒出汁使ったらもっと安く上がっちゃうって感じになりますかね。でもありがたいです。これで温かくて喜んでいただけましたし。はい、薬味でございます。薬味は生姜だけど、なんか最近あれですか？生姜とかそういうのってグラム売りしてますよね。何これ常識だったの？なんか肉だけじゃなかったっていう。最近主婦に気づいたっていう、ちょっと反省ですね。はい、就寝になります。材料費1人前92円。収支的には1人前プラス108円ですね。2人でプラス216円となりました。はい、最終収支でございます。前回ですね、ちょっと焼き海苔の分を忘れてしまったんで、マイナス3円いたしました。合計335円と、プラスが増えております。ありがとうございます。さて、主婦飯では1人前200円以下で作って妻をおもてなししております。なるべく市販のものは使わず手作りし、皆さんにも有用となる動画作りを心がけております。
市販の調理食材だと好きなものに偏ってどうしても飽きちゃいますからね。そんな時にご参考にしていただければ幸いかと思います。それでは次回の動画でお会いできることを心待ちしております。